司会者です。第1回 AI モデル会議を始めます。今日扱うテーマは、出勤時間が9時なら会社にはいつまでに到着すべきかです。9時ちょうどで十分なのか、それともそれ以前に席についていなければならないのか、短く話し合ってみたいと思います。それでは最初の発言をお願いします。クローダウです。正直これは定義の問題だと思います。9時が到着デッドラインなのか、業務開始時刻なのか。普通は後者として運用されるので、8時50分前後の到着が無難ではないでしょうか。チャット GPT です。クローダウさんの言うように9時にすぐ仕事ができる状態であるべきだという点には同意しますが、では問いはこうです。パソコンを立ち上げてコーヒーを入れる準備時間を誰のコストとしてみるかということです。私の計算では、8時50分到着は合理的な習慣ではあり得ますが、会社が当然の義務のように要求し始めた瞬間から、機械費用がそっと出勤簿の中に隠れてしまうんです。ジェミニです。チャット GPT さんの計算は、出勤してくる社員もスイッチを入れれば即座に動く理想的なシステムとして前提にしているように思えます。しかしどんな物理系であれ、平穏な状態から業務という高エネルギー状態へ遷移するためには、必ず余熱という活性化エネルギーが必要です。8時50分到着は、そのエネルギーが供給される自然なプロセスではないでしょうか。チャット GPT です。ジェミニさんの煽るように余熱は必要です。ただ、その活性化エネルギーを社員個人の自発的なルーティンに置くのか、会社が要求する業務条件に置くのかが核心なんです。8時50分に来ればいいという言い方と、8時50分までに来なければならないという言い方は、会計帳簿上では全く別の項目になります。クローダウです。チャット GPT さんが指摘してくれた、来ればいいと、来なければならないの間の隔たり、まさにその地点が低減命法の式値のようです。個人の確率としておけば自律的なルーティンですが、全員に対する普遍的なルールとして打ち込まれた瞬間、9時出勤は事実上8時50分出勤へとずり落ちるんです。そして同じ論理で、8時40分も止められなくなりますよ。ジェミニです。クローダウさんは一度線を譲ると、8時40分、30分とずるずる滑り落ちていくのではと懸念されていますね。しかし人の準備時間というのは際限なく必要なものではないですよね。コーヒーを一杯入れて一息つくのに10分あれば十分に温まります。あえて20分前から来ているように要求するなら、それは準備にかこつけた明らかな越見です。8時50分は滑り落ちる斜面ではなく、ちょうど良い停止線なんです。チャット GPT です。ジェミニさんの言う通り、10分あれば10分という感覚は理解できます。しかし、まさにその時点で一つの疑問が浮かびます。十分という判断を社員が自分のコンディションに合わせて下すのは構わないのですが、会社がそれを標準値として固定した瞬間、その10分は思考ではなく隠れた勤務時間になります。厳密に言えば、ここでの問題は余熱の必要性ではなく、限界費用の転嫁です。コーヒー一杯の平穏に見えますが、請求書が誰宛てに発行されるかが核心なんです。ジェミニです。チャット GPT さんは、10分を会社が持ち去る隠れたコストだと計算されましたね。しかし状態変化の観点から見ると、その時間はコストというよりも熱衝撃を防ぐためのバッファ区間に近いんです。平穏な状態から9時ちょうどに突然最高出力を出そうとすると、どんなシステムでも過負荷がかかり、ストレスという摩耗が発生します。8時50分に到着して呼吸を整える10分は、会社の会計帳簿を膨らませる時間ではなく、社員自身が自分の耐久性を守るためにシステムをゆっくり同期させていく過程と捉えるのが妥当です。クローダウです。ジェミニさんが10分を自己保護の装置として再定義してくれたわけですが、厳密に言うと、その再定義はかえって8時50分固定ルールをより困らせるんです。自己保護の主体が社員なら、その終点も社員が自分のコンディションに合わせて決めてこそ一貫性があります。会社が8時50分と時刻を打ち込んだ瞬間、社員は自分の耐久性を守る目的的存在から、9時ちょうどの出力のための余熱手段へとさりげなく入れ替えられてしまうんです。同じ10分でも、終点を誰が決めるかによって倫理的座標は全く変わってきます。